はい、皆さんこんにちは。今週も献立作っていきたいと思います。1品目、鮭の香ばしマヨ味噌焼き、そして副菜うまい無限ピーマンです。続いて主菜、さっぱり豚こまの梅ポン炒め、そしてほうれん草の白和えです。続きましてのり塩鶏胸レンコン、そして副菜が小松菜とちくわのごまマヨ和え。続いて木曜日、スタミナ抜群豚バラ焼きうどん、そして赤パプリカのきんぴらです。そして金曜日、シーフードミックスで簡単に作ります。おうちで海鮮スープ。副菜、トマトともやしのエスニックごまナムルです。はい、じゃあまずは野菜からどんどん切っていきたいと思います。パプリカいきます。パプリカ乱切りです。ね、白い部分ちょっと落としてあげて、そしたら乱切りにしていきます。で続いてインゲン 3、4センチ幅に切っていきます。上と下ね、天地を落としてあげて、大体3、4センチ幅ぐらい。はい、そしたらじゃがいもを洗って半分に切りました。半月切りで5ミリ幅ぐらいです。割と薄めですね。していきましょう。はい、続いてピーマン、副菜ですね。上の部分を落として、これヘタ以外は食べれますんでね、ヘタだけ落としましょう。ピーマンのこの中のね、白い綿のをこうくるくるっと回すようにして、はい、こんな感じで全てまず取り除いてしまいましょう。そしたらピーマンね、細く切っていきます。細くね。鮭つけていくんですけど、先に調味料入れていきましょう。お味噌に酒、みりんとお砂糖、そしてすりおろしにんにくです。事前にこうね、よく溶かす。ここでね、よく溶かしましょう。はい、馴染んだところで鮭入れていきます。そしたらよく揉む。でね、鮭の身が崩れないようにね、強く握らないように優しく揉んでいってください。はい、そしたらちょっと置いていきましょう。耐熱ボウルにピーマン入れました。そしたらその中に調味料とツナ缶入れていきます。そして調味料、ごま油入れて、お砂糖、鶏ガラ、そしてお醤油、よく全体をなじませておきましょう。で電子レンジ加熱します。電子レンジで602分半でスタート。まずね、じゃがいもから焼いていきます。じゃがいもはね、ちょっと火入りづらいからね、先に火入れておくといいと思います。はい、そしたらね、こんな感じで炒めてて、両面にね、焼き色がついてきて、じゃがいもがちょっとね、白い状態だったものがちょっと透明にこうなってくると火が入ってきた証拠です。そしたら野菜追加して加えていきましょう。パプリカとインゲン、漬け込んでた鮭ね、これも加えていきます。で、味噌ね、結構焦げやすいです。なので気をつけてください。このままいっちゃいましょう。はい、そしたらフライパン広げて、鮭をね、しっかり火が入るように並べていきます。火加減は今弱火から中火ぐらい。結構火強いと鮭ね、味噌と一緒に焦げて火入んない生の状態ってなっちゃうので、火はね、急がずに、弱火から中火ぐらいでじっくりじっくり火入れましょう。そしたらね、レンジから取り出して、もう好みなんですけど、ちょっとだけ追いごま油して、これ量好みです。よく混ぜて、で塩で味調味して、じゃあ盛り付けます。よいしょ。はい、こちらで完成。ひっくり返しましょう。身がね、崩れないように気をつけてください。はい、ひっくり返して、いい焼き色です。鮭、両面火入ったところでマヨネーズと適量です。スーッと全体的になじませるね。最後にマヨネーズ加えると味噌とすごく相性が良くて、香りが良くてコクが出て美味しく仕上がります。 OK、 そしたら盛り付けましょう。さっきはね、ちょっと身がちょっとね崩れちゃった炒めた野菜
こに添えて、はい、こちらで完成でした。はい、じゃあ作っていきたいと思います。まず耐熱ボウルにキッチンペーパーね引いて、豆腐を置いてよく包みましょうね。はい、でこれから水切りをしていきます。ラップして600ワット2分加熱します。はい、そしたら玉ねぎ切っていきたいと思います。玉ねぎはね、繊維に沿って薄くスライスしてください。はい、ほうれん草をね、下の根の部分を落としてあげて、3、4センチね、幅に切っていきたいと思います。はい、続いて梅です。梅はね、種だけ除きましょう。で、ちょっと叩きます。そしたらね、ポリ袋に入れて、塩コショウ、そして調味料、湯通しでつけていきます。塩コショウをまずしましょう。そしたらお酒、ポン酢、そして梅干し、よく揉み込んでおきましょう。でね、時間があればね、これぜひ10分ぐらい置いてください。その方がね、味が染み込んで馴染むので美味しく食べることができます。そしたらほうれん草もね、ラップして加熱していきます。600ワット3分です。で入れます。600ワットで3分。先ほどね、加熱しておいた豆腐ね、水がね、結構抜けてます。はい、一回ペーパー取り替えてあげましょう。僕は割とね、しっかり水分取れるだけ取りたいので、かつちょっと時短でね、やるってところも含めてペーパーを2回使ってしっかりと水気を取ってあげました。ボウルに豆腐入れていきます。はい、で潰しましょう。でね、これ和え衣になるまでね、滑らかになるので潰していきます。そしたらね、滑らかになったところでお醤油入れます。お砂糖とすりごま、塩ね。さらに滑らかになるまで混ぜていきます。はい、そしたらね、ほうれん草ちょっとね、水気が出てます。なので水気をね、軽く拭き取ってあげましょう。熱いんで気をつけてください。入れていきましょう。で、全体よくなじませましょう。はい、こちらで白あえ完成です。はい、そしたらね、盛り付けましょう。お好みでごま振って完成。はい、そしたらフライパンに移動して炒めていきましょう。油で玉ねぎ入れます。はい、続いて先ほどつけてた豚肉入れていきます。広げながら炒めていきましょう。もしね、これ豚肉でね、他に代用できるのって鶏肉で作っても美味しいです。ささみで作ったらね、ヘルシーだったりするし、あとね、鶏もも肉で作ってちょっとジューシーに仕上げてもいいと思います。お好きなお肉でやってみてください。そしたら最後、お醤油回し入れて味整えて完成です。最後ね、大葉ちぎるんでね、忘れないでね。大葉手でちぎって全体に散らしてあげて完成です。おいしそう。はい、こちらで完成。じゃあまず野菜から切っていきたいと思います。人参はね、千切りにします。で、横に並べてそのまま細く切っていきます。小松菜3、4センチに切っていきます。ちくわは斜めに切ります。で、皮まずにいきましょう。皮を剥いていきます。ピーラーで剥くと便利です。半月切りにしていきます。
厚さは5ミリ幅ぐらいです。レンコンね、色変わっちゃうのでね、こう酢水につけておきましょう。こんな感じ。そして続いて鶏胸肉いきます。鶏胸肉、今回ね、皮は使いません。皮剥いでやりましょう。でね、皮ね、もし使うときは、でもスープとかにね、出汁出るのでね、してあげるといいと思います。繊維に沿ってそぎ切りしていきたいので、まずパーツを3つにばらします。よーく見るとこう線が入ってますので、それに立つように切ります。なので繊維と直角になるように切っていきます。そうするとね、お肉が柔らかく感じるようになります。そしたらね、先ほどのお肉はポリ袋に入れて、塩コショウ、酒、そしてめんつゆで味付けていきます。お塩とお酒でめんつゆでね、味が染み込みます。なのでちょっと置いておきましょう。耐熱皿に先ほど切ったね、野菜、小松菜と人参入れます。ラップをして600ワットで3分半加熱します。そしたらね、レンコン結構ね、こう酢水につけておくと水分があるので、この後ね、衣付けするので、ある程度ちゃんと水気は取っておきましょう。塩コショウも一緒にしておきます。鶏肉使ったので片栗粉を入れます。でまず全体的に衣を和えましょう。そしたら中にレンコン加えて、さらに追加で片栗粉入れて、よく振って衣付けしましょう。フライパンにサラダ油を敷きます。そしたらレンコンと鶏肉入れていきます。そしたら火が入りました。割と水分出てます。しっかり水分取ってあげましょう。そしたらお醤油入れて、でわさび先に入れましょう。でね、ここでちょっと傾けて溶かしておきましょう。マヨネーズですりごま、こうやってよく混ぜましょう。ここにちくわを加えて、そしたらね、しっかり火が入ったところでお塩たっぷりで、全体をよく合わせたら完成。盛り付けましょう。こちらでエピメ完成。器に盛り付けて完成。こちらで出来上がり。そしたら野菜切っていきます。人参ね、2回出てくるんでまとめて切ってるんですが、焼きうどんの方はちょっと厚めのね、短冊にしてます。こちらね、きんぴらはちょっと細く切りました。パプリカは細く切っていきます。続いてニラは3、4センチ幅に切っていきましょう。にんにくは潰して芽を取っておきましょう。ちくわ斜めに切ります。豚肉は食べやすいサイズに切ります。
包丁で切ってもハサミで切ってもどちらでも OK です。よし、そしたら全体にしっかり塩コショウで下味付けておきましょう。耐熱容器に冷凍のうどん入れて600ワット2分加熱します。ではごま油敷いて豚肉から炒めます。ほい。で豚肉の色が少し変わってきたところで野菜加えていきます。人参ともやし、しんなりするまで炒めていきます。そしたらね、ちょっとこれフライパンずらして片方でしっかり加熱しながらもう一個の方の料理進めたいと思います。ごま油加えてにんにく加熱していきます。にんにく焦がさないようにね注意してください。さあにんにくがねキツとして香りが出てきました。そしたら人参加えます。人参ちょっとね加熱に時間がいるので火が入るまで中火で炒めていきましょう。人参にある程度火が入ってきました。そしたらパプリカ加えていきます。そしてちくわ、そしてこれで種を抜いた葉の爪加えましょう。さっと炒め合わせます。具材にある程度火が入ってきたところで調味料を加えていきます。酒、みりん、醤油、砂糖、ちょっと炒め合わせていきます。でね、水分がねちょっとあります。それをねこう煮絡めていくように水分を飛ばしていきます。はい、そしたらこんな感じで水分が煮飛ばったらきんぴら完成です。よいしょ。麺加えます。で麺がちょっと先ほど2分で加熱したんですけど、まだ硬かったので1分ほど追加しました。3分加熱です。全体的にうどんがね馴染んで野菜も柔らかくなりました。さあ調味料加えていきます。醤油、コチュジャン、マーマレードで、にんにく、お砂糖です。で全体よくなじませていきます。仕上げで味整えます。塩コショウ、ニラ加えてさっと火を入れたら完成。よいしょ、完成。こちらで1品目完成。よいしょ、はい、完成です。はい、ということでじゃあ作っていきます。でね、ちょっとねお湯沸くの時間かかるんで先に鶏ガラスープ作っちゃいたいと思います。水入れて600、そしてから入れてこのまま温めましょう。はい、そしたらまず野菜切っていきます。玉ねぎ繊維に沿ってね薄くスライスしていってください。はい、生姜皮むいていきましょう。みじん切りにしていきます。はい、続いてニラです。ニラちょっと下を落としてあげて、3、4センチ幅に切っていきましょう。はい、続いてトマトです。トマトヘタ取ります。くるくるくるっと回しながら切ってあげて、トマト乱切りにします。調味料合わせておきます。酒とお醤油と味噌、溶かしておきましょう。レンチンでもやし加熱していきます。ラップをして600ワット2分です。そしたらね、鶏ガラスープ温まりました。沸いてきたら玉ねぎ入れます。はい、
そしたらね、玉ねぎが柔らかくなってきました。そしたら入れていきましょう。キムチはみじん切りね。豆腐入れます。お豆腐ね、今回絹豆腐使ってますが、もしねスーパーでおぼろ豆腐とかあればおぼろ豆腐でもいいと思います。スンドゥブっぽくないから絹かおぼろがいいかなと思いますので、どっちかにしてみてください。じゃあちょっとこのまま5分ほど煮ていきます。はい、そしたらもやしがねレンチンできました。味がね後ほどぼやけちゃうのも嫌なので、ちょっとペーパーとかでグッグッと水気を取ってください。そしたらこのまま少し置いといて粗熱を取ってください。調味料先に合わせておきましょう。ごま油、醤油とナンプラー、にんにくのすりおろし、よく混ぜていきます。はい、そしたらどんどん入れていきます。おし、桜エビで生姜ですりごま、一貫よく和えます。はい、で全体よく馴染んだところで先ほど合わせた調味料全体に回し入れてよく合わせましょう。もしねお家にピーナッツとかねあればすりごまの代わりに少しね細かめに砕いてあげて足してあげるとよりエスニック感を楽しめるんじゃないかなと思います。トマト入れます。トマト、はい、でちょっとだけお塩、この辺はねちょっと皆さん味見してみて調味してみてください。 OK、 はい、こちらで完成。入れます。シーフードミックス。はい、そしてこの中に先ほど合わせた調味料加えて全体よく混ぜましょう。卵を割り入れます。はい、そして卵を入れたらね白身が固まるまで火を入れてください。ちょっとこのまま置いていきましょう。はい、そしたらね卵がある程度固まってきたところでニラ加えて最後の加熱をして完了です。はい、そしたらね火入ったので盛り付けたいと思います。おいしそう。お好みでごまかけてください。はい、こちらで完成。こちらもね盛り付けます。少し置いとくとね結構ね味が馴染みます。美味しくさっきより仕上がっております。はい、こちらで完成。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにねぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。